ご視聴ありがとうございます。今回の動画は北海道洞爺湖で過ごす2泊3日です。洞爺湖へは通常新千歳空港から車で約1時間半、公共交通機関は乗り継ぎで2時間から3時間以上、札幌からも車で約2時間、公共交通機関も乗り継ぎで2時間から3時間かかりますが、今回は新千歳空港と JR 札幌駅までの送迎サービスのあるホテルに宿泊するので、札幌駅から13時30分発の送迎バスを予約しました。途中でトイレ休憩を挟んで、札幌駅から約2時間半、1人1000円で乗せてもらえるのですが、交通機関を利用すると安くて3000円くらいかかるので、とってもありがたいサービスです。バスの座席は左側に座ると洞爺湖が近づいてきた時にテンションが上がり、右側に座ると途中の定山渓温泉や山あいの景色が見えやすいです。ホテルに到着。ザ・レイクビュー洞爺野の風リゾートさんです。こちらのホテルはスパリゾート館と野の風クラブ館があり、今回は野の風クラブ館を予約しました。ロビーに入ると大きな一面ガラス張りの窓から洞爺湖の景色が一望できます。今日はちょっと曇っていたので到着時は見えなかったですが、晴れていたら正面に羊蹄山も見えます。ご覧いただけるかと思います。売店とこちらの右手側の野の風クラブ館の宿泊者はラウンジでチェックイン手続きをします。地ビール、ハスカップジュース、サイフォンで入れたコーヒーの中からウェルカムドリンクがいただけます。こちらのラウンジは野の風クラブ館の宿泊者は無料で利用でき、時間によってサイフォン式コーヒーや地ビール、スイーツなどの提供があるので、滞在中はかなりお世話になりました。早速お部屋へ。7階のお部屋でした。今回は展望温泉風呂付きのエグゼクティブツインルームを予約しました。中に入ると広い玄関スペースと、その先にベッドスペース、奥にリビングスペースがあります。クローゼットには浴衣とサムエ、パジャマと羽織が用意されていて、館内はレストランを含め、どこでもサムエか浴衣で過ごせます。窓からは洞爺湖の景色。スパリゾート館のお部屋の方が窓が大きくて、部屋からの眺望を大きく楽しみたいならスパリゾート館がいいと思いますが、他の人に気兼ねなく温泉に浸かれるように、このお部屋にしました。脱衣所はダブルシンクで、リファのドライヤーやスキンケアセットが置いてありました。札幌で歩き回ったり、ちょっと走ったりして汗をかいていたので、早速温泉に入ります。お風呂から出たら夕食へ。ビュッフェですが、ちょっと混んでいたので、待ち時間でロビーのギャラリーショップを覗いてみました。上質なこだわりの一品という感じのものがずらり。アートとしても見応えあります。私の前に7組くらい待っていましたが、10分くらいで呼ばれました。ビュッフェ台にはシーフードを使った前菜系のお料理や、
温かいお料理。ビュッフェ台以外にシェフが一品ずつ出してくれるブースが多くて、中にはキッチンカーみたいなブースもあって、レイアウトが楽しい感じでした。まずは前菜系のお料理。この右下にあるズワイガニのフラン、オマールコンソメのジュレが特に好きな味でした。その他にもお刺身や秋鮭のアッカーパッツァ、鉄板ステーキと食べ進め、デザートは豆薬フロマージュ北海道チーズクリームのガトー。お腹いっぱいで苦しいです。お部屋に帰る前にショップに寄ってみます。フルーツやホテルのオリジナルカレーなど、北海道土産にちょうどいいお菓子類や食品、雑貨、お部屋で晩酌できそうなお酒やおつまみ系。その奥にはさっきのギャラリーにもあったようなこだわりの商品が並ぶショップ。北海道産のお酒や工芸品、おしゃれな商品がいろいろありました。ショップでお土産を調達して、ラウンジによってサイフォンで入れたコーヒーをいただきます。ラウンジの窓から外を見ていると、湖をピカピカ光りながら船が進んでいました。部屋に戻って夜のイベントを見るべくスタンバイします。4月28日から10月末まで毎晩20時45分から約20分間花火が打ち上がるそうです。湖の上を左から右に移動しながら花火が上がっていくので、各お宿の前あたりで花火が打ち上がっていきます。10月上旬に見る季節外れの花火、嬉しい演出です。下を見てみると遊歩道で見ている人も多いですが、部屋から見る人も多いだろうし、人がひしめき合うような感じではないので、場所取りとかはしなくて大丈夫そうです。部屋からも見えますが、花火が移動していくので、右の方に進んでいくと部屋からだと見切れてくる部分があるのは仕方がないです。チェックインの時に対応してくださったスタッフさんのおすすめは、湖沿いの遊歩道やスパリゾート館最上階の展望露天風呂だそうです。花火が終わって窓を開けて見ていてちょっと体が冷えたので、温泉で温まって早めに就寝します。翌朝、今日はいい天気です。昨日は見えなかった羊蹄山も湖の向こうに見えます。朝風呂に入って8時頃に朝食へ。朝食のビュッフェは和食洋食あり、スープやラーメン、海鮮お茶漬け、シェフが焼いてくれるオムレツやパンケーキ、具材を選んでその場で握ってもらうおにぎりがありました。今日は洋食メインでいただいてきました。このパンケーキ、アーモンドスライスが入っていて、クリームとラズベリーソースで甘酸っぱくて美味しいです。デザートもしっかりいただきます。やっぱり北海道、乳製品系のデザートが多くて、食事もデザートも見た目よりボリュームがあって、朝からお腹いっぱいです。食後のコーヒーはラウンジでいただきます。せっかくなので最上階の展望風呂を見に行ってみました。展望風呂に行く途中、野の風クラブ館の2階にある銭湯スタイルの大浴場、昭和の銭湯を再現したザ・銭湯。入り口にはアイスキャンディー売りの自転車が置いてあったりして、レトロな風情が楽しめます。さて、次はスパリゾート館最上階の展望風呂。共用の湯上がり休憩スペースは、オットマン付きのチェアで景色を見ながらのんびりくつろげます。もちろん脱衣所や浴室はカメラやスマホは持ち込みできないので、
どちらの大浴場も共用スペースだけ撮影して戻ってきました。後で改めて入浴しに行こうと思います。10時半頃にお部屋を出て出かけます。ホテルの玄関から出ると斜め前にセブンイレブンがあり、ホテルのショップが開店時間外でもちょっと買い物に出かけられます。ホテルの隣にはスープカレーのお店もありました。今回は夕食朝食付きで宿泊してますが、近くにカフェや夕食を食べられるお店もあったので、夕食をつけずに外で食べるのもいいと思います。遊歩道に出て左側に進んでいきます。山の上にザ・ウィンザーホテル東野が見えます。実は今回、ウィンザーホテルさんと野々風さんでどちらに泊まるかかなり迷ったのですが、部屋に温泉がついているのと、空港や札幌まで送迎があるので、最終的に野々風さんに決めたのですが、ウィンザーホテルさんも憧れるし、いつか泊まってみたいです。5分くらいのんびり歩いて到着。ここから遊覧船に乗ります。夏の運航期間は30分ごとに出港しています。定員700名の大きな船で、昨晩の花火の時に運航していた花火観覧船もこの船だそうです。シャンデリアが飾られた室内席のほか、デッキに出て外を眺めることもできます。洞爺湖は面積では国内で3番目に大きいカルデラ湖で、東西約11キロ、南北約9キロのほぼ円形をした湖で、その中央には約5万年前の噴火で形成された溶岩ドーム群からなる中島があります。また洞爺湖は最大水深が約180メートルの深い湖で、貯水量が多く、夏の間に熱を吸収して冬に熱を放出するので、冬でも凍らない湖だそうです。約25分乗船して島に到着。島を散策する人はここで下船します。下船しても船に乗ったまま元の場所に戻っても大丈夫です。下船した場合は30分おきに船が出るので、帰りの船は最終便までの間でどれに乗って帰っても大丈夫です。ちなみに11月から4月の冬期間は1時間ごとの運航になり、島での下船はなく湖上遊覧のみになります。島では湖の森博物館やカフェ、島の散策が楽しめます。船から降りた時に左側に鳥居が見えて気になったので行ってみます。何々神社みたいな変額はかけられておらず、
お社が3社ありました。大黒様、菅原道真公、恵比寿様が祀られていて、なんで菅原道真公と思って説明を読んでみたのですが、徳川幕府のお役人が文字を持たない旧アイヌ民族のために文筆の神として菅原道真公を祀ったという話があるそうです。桟橋から正面方向の建物、こちらには湖の森博物館とカフェがあります。受付窓口があって、島の散策に行く場合はこちらで入山受付をします。まずは博物館に入ってみます。周辺の自然環境や洞爺湖有珠山ジオパークの成り立ち、火山がもたらす恵みなどが展示されています。博物館を見学して同じ建物内のカフェへ。チーズケーキとアイスティーを注文しました。チーズケーキがブルーのマーブル模様で綺麗です。カフェでちょっと休憩して次の船まで20分くらい。水辺でぼーっと座っているとカモメが近づいてきました。鳥の餌とか売ってないかなと思ったら、桟橋に鳥と魚の餌が売っていました。早速餌をまいてみると、鯉の食いつきはおとなしめと思っていたら、すぐにカモメが寄ってきました。あっという間に餌がなくなって、あまり鯉にはあげられなかったです。船を待つ間、3袋分餌をばらまいてきました。船に乗って帰りの便が出発。次の予定があるので島の散策には行かず、島の滞在は1時間でした。一覧の部分です。使用品これも順番を説明して
洞爺湖温泉に戻ってきました。次の予定の場所に向かうために一度ホテルに戻ります。ホテルでタクシーを呼んでいただいて再び出発。ホテルでタクシーを呼んでもらって10分くらいでタクシーが到着したので、次の予定の時間が決まっている場合などは早めに電話してタクシーを予約しておく方がいいと思います。タクシーに約10分乗車して目的地に到着しました。レイク東野ランチさんです。こちらでは自分で馬を操作してのホーストレッキングを体験できます。バッグはロッカーに預けます。スマホやデジカメは持っていけますが、トレッキング中に落としてしまうと拾いに行くのが困難なため、ネックストラップをつけておくのをおすすめします。スマホは首から下げられるスマホケースを貸していただけますが、デジカメを持っていく場合は自分でネックストラップをつけておく方がいいと思います。靴はスニーカーを履いていきましたが、ジョッキーブーツも無料で貸していただけました。あとヘルメットをかぶるので、髪の毛を結んでいく場合はすぐにほどけるような結び方がいいと思います。今回は私を含め5人が参加。一通り操作の説明があった後は実際に馬に乗ります。私が乗るのはカーリーくん。カーリーくんは基本的に真面目だけど、草を食べ出すと止まらなくなるから、途中で草を食べ出さないように気をつけないといけないそうです。まずは敷地内のコースで練習。一列になって歩かせてみた後はいよいよ山の中へ。馬たちの団体行動で一頭が止まったらみんな止まるし、止まった隙に草を食べようとするしで、馬を操作する動作自体はシンプルですが、実際に馬を操るのは大変でした。歩いている最中は景色を見る余裕はありませんが、ちゃんと景色がよく見えるところで止まって撮影をする時間は取ってもらえるので、歩いている時は馬に集中して大丈夫です。山なので上り下りがありますが、個人的には上りよりも下りの方がバランスが取りにくくて大変でした。あっという間に40分の体験時間が終了しました。乗せてくれたカーリー君にお礼を言って、再びタクシーでホテルに戻ります。ホテルに帰って部屋に戻る前にラウンジで一休み。今日は朝食をお腹いっぱい食べていて、島のカフェでケーキを食べたので、お昼ご飯を食べる時間やお腹の余裕がなかったのですが、時刻は15時30分過ぎ。しっかり食事をとる時間でも、お腹の空き具合でもないけど、ちょっと小腹が空いてきたので、ラウンジのスナックとスイーツをいただきました。部屋に戻って温泉へ。夕方の景色も綺麗です。暗くなって窓から外を見ていると、端の方にイルミネーションのような光が見えたので
外に出てみると、ホテルの横の道でイルミネーションが点灯していました。外から戻って18時頃に夕食へ。今日はレストランのメインホールの奥の方、パーティールームになっているお部屋の席でした。ビュッフェのお料理は前日と大体同じお料理のようでしたが、一食でメニューを全部制覇できるわけではないので、2晩くらい同じメニューでも個人的には問題なかったです。ただ、お料理を持って席に戻ると、一皿別で持ってきていただいて、連泊などで2晩目のサービスメニューだそうです。パリッと揚げたエビ、熱々で美味しかったです。レストランのデザートも美味しいですが、ハスカップソースのチーズムースが好きすぎて、デザートはラウンジでいただきました。部屋に戻ったらもうすぐ花火。今日は温泉に浸かりながら見てみました。大浴場の露天風呂から見る人も多いかもって思って挑戦しなかったんですが、パノラマ大浴場に行ってみてもよかったかもしれません。明日は10時に出発するので、荷物をまとめて就寝します。翌朝、最終日は昨日よりももっと天気が良くて、雲が全くかかっていない羊蹄山が見られました。朝風呂に入って、近くを散歩して、朝食は早めに7時のオープンと同時に行きました。満席ではなかったけど、朝一から結構混んでいました。朝食の後は大浴場へ行ってみました。朝はちょっと寒いけど、温泉に浸かっていればちょうどいいし、洞爺湖が一望できる露天風呂、最高でした。部屋に戻って出発の支度を整えて、時間までソファーでゴロゴロ。10時にロビーへ降りてチェックアウトをして、少し待ったら空港の送迎バスが到着しました。新千歳空港へのバスは1人1500円。このホテルを運営する野口観光さんの系列ホテルによってお客さんを乗せて新千歳空港へ。今回は2泊の滞在でしたが、初日と最終日はほとんど移動で終わるので、船に乗ったり馬に乗ったりして、忙しくはないけどホテルでゆっくり過ごす時間は少なかったので、もう一泊してスパで岩盤浴やエステをしてのんびりホテルステイの日を作ればよかったかなと思いました。途中のキノコ王国でトイレ休憩をとって新千歳空港へ。約3時間で到着しました。今回はホテルで食事をとったので、洞爺湖周辺のレストランは利用していませんが、利用しようかなと思って事前に調べていた飲食店情報を概要欄にリンク貼っておきますので、
よろしければ参考にされてください。今後も旅の動画を投稿していきますので、また見に来ていただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。